緑やろ。反応しました。回ってたんだ。何これ。慎太郎が今日やってたんか。ちょっと、すいません。音声回復した。すいません。音声回復した。よかったよかった。子供がやり方分かった。なんか使ってたんですよ、音声入力でね。AI の。うん。ロブロックスのゲーム作って、難しいあれね。子供がやってた、それはね。やってたんですけど、昼ね、ちょっとね。僕は嫁さんもそうですけど、今日はタコが20キロ来て、20キロ買いに行って、もう、それ洗って湯がいて、たこ焼きのサイズにカットして冷凍ですね。はい。それをやってましたね。はい。そんな午前中に終わるんですけど、20キロっつったって午前中に終わるんですよね。早いから。朝、やっぱ、みんな早いんですよ。フィリピンは。もう、みんな5時半とかに起きて、学校6時ちょっと過ぎに行くんでね、長男も。はい。朝早いんですよ。その代わりね、もう、ちょっと昼寝するのがコツっすけどね。1時間、2時間。じゃあインスタ貼っとこうか。ね。うん。初めての人はまだいないか、まだね。はいはい。まあいいや。初めての人はまあいないし、今日はどうなのもうこの遅い時間から、何時今ね。こんなん使ってるんですよ。時計もね、G-SHOCK 使ってるんですけど、最近夜釣りの時にね、G-SHOCK 暗くてね、見えなくて、あの、スマートウォッチつけるようにしてますね。うん。10時半か。10時半も。10時半か。ごめんなさいね。11時半とかか。今日はちょっとあれかな。夜更かししてる人しかいないかもしれない。でもね、これにするとまたね、違う人が見てくれたりするかなと思ってるんで、うん。違う層にアタックっていうか、アプローチできたらいいかなと思ってますね。なんか目かゆいな。あとはアーカイブ見てくれる人がいるんで、アーカイブだと同じこと何回も言ってもしょうがないですけどね。一応は僕はフィリピンでパプアンバスとネイティブバラマンディのガイドをしてます。はい。で、シーズンがね、もう11月から迫ってきてるんで、今インスタグラム貼りましたから、そこから、プロフィール欄、リンク、ホームページね、YouTube 貼り付けてます。YouTube は今見てるからわかると思うんですけど、そう、カレンダー映ります。Google カレンダーで共有してますから、皆さん、お客さんでもね、あので、あとは入金の方はね、ちょっと待ってますね。はい。ゴールデンウィークじゃないわ。お盆終わった、ね、来週ぐらい、多分動き出すと思いますからね。はい。ですね。でね、うん、もう正直ね、僕もね、もう9月、シルバーウィークはお客さん始まるんで、もうそれまでに全部やっちゃいたいんですよね。で、今日はその YouTube ショートの、このね、アーカイブから切り抜いて、インスタと YouTube ショートで作ると。で、それが、なかなかね、やっぱ視聴者さんがね、コアな方多いから、切り抜いたとこがね、めちゃくちゃいい。なんだろうな。例えばこの前やってた四万十川とかの、赤目の狙い方でスライドスイマー250を、僕が結構糸の問題とかであったんですけど、どうやって糸吹け出しますかとかね、クラッチ切って糸
グングングンってやってからの流し方とか、四万十川のローカルの人、四万十じゃない浦戸の人かな、あれ、高知のローカルの人がね、まあ、流れに頭が当たった瞬間にドリフトさせて、頭から流れで頭をふわーっとさせる時に食うとか、あの部分をね AI がやっぱ切り取って、あれをとりあえずインスタグラムに載っけたのか、載っけましたね。うん。まあまあ回ってんじゃないの。まあまあそれよくはないけどね、赤目マスターによるスライドスイマー250赤目食わせ方みたいな、いやめちゃくちゃ回ってるって感じではないけども、あのーある僕のテストとしてはいい方ですね。うん。だからほんとね、このまあ今少ないですけど、まあ、こんな時間からね一人で、本当にね今見ていただいてるってコメントくださるリスナーさんのおかげだし、こういうのをまあこう言って3時間とか見てらしなくてもね、うんね、見たいとこだけパッとね切り抜いて、うん、そうそうそう。でまあなんか今話題になってる YouTube ショートが結構収益化が厳しくなって、まあいわゆるねあれはね AI でね大量生産意味不明なもの、僕も別チャンネル持ってて、なんか作ったりしてたっすけど、あの意味ないってことはないけどね、それは。なんかボクシング、結局なんかねボクシングチャンネルみたいになったんだけど、あのーやめてるんですよ。でやっぱりねそのね、なんか好きなこ、うん、AI ので大量生産で意味不明なものとか、もう誰でも知ってるものとか、うん、あとなんか、うん、変なナレーションつけて、あれはもうダメだね。ダメ。やる意味もないし、やめた方がいいですね。時間もったいないし、うん。ただね、例えば何でもいいです。パソコン詳しい方とか、あとどっかの、僕ね、面白いのと思うのはね、土方の方とかやるでしょ。YouTube。うん。内装屋さんとか。最近、ああいうのは意味あるっすよ。うん。なんていうかな、土方とか内装屋とかさ、いますよね。ブルーワーカー。今もうどんどん、僕は弟はね、ああいう外交屋なんで、外交屋っていうのは、家の駐車場とか門とか作る方ですね。うん。まあ、土方なんですよ。もう全然もう仕事もすごいし、まあ一人親方なんで、全然僕の比べ物にならないぐらい仕事はありますよ。収入もね。ああいう人がまあ面倒くさいし別に食えてるしやる意味はないと思って得意でもないだろうしね、パソコン使ってカメラ撮ってとか。でもねあれはねすごい意味あると思う。ああいう、なんだろう、すいませんなんか目かゆくなってきた。なんかだから皆さんもなんかね好きなことあったり、まあこれ見てる方だったら大体釣りなんだろうけど、あの例えばブラックバス結構やってる方とかシーバスでもいいし、いろいろあるじゃないですか。うんライブしたり、まあ、顔出したりするのが嫌なのかな。やるのはいいんじゃないですかね。結構価値があるというか、だから僕はこのライブで皆さんからこう聞いたものとかを見やすいように30秒から1分ぐらいでまとめていいとこだけ切るっていうのを、まあそれをね今 AI 自動化させて1日何本作るのかな、あれ3本ぐらい作ってるかな。そういうのを今日はやってたのと、うん
やってたのってもうできてるんですよできてるけども、例えばか過去の僕の分も分析させたりとか、それを新しく作る方に反映させたりとか、要はYouTube がどういうのを好んでるかとかを要はまた勉強させて、で今日のライブの分に当て込んでいくって感じ正直全部は全部アップロードしてないですけどね、今ね。とりあえず何日か前に昨日だったかな、ジャムさんのね、赤目のまあまあ何回回ってんだろうね、5000回は超えたのか。いいよね、保存数が40回。試してます。ぜひ皆さんコメントくださいね。別に聞きたいことあったら、なんかバックドットでもリールでもいい、ハリーでもルアーでもパパンバスでもバダマンディでも、それは聞いてくださいね。そのためにやってるんで。でただまあレギュラーの方が多いから、ずっと毎回同じような会話になるのはあれなんで、まあ基本的にはこの Vlog っていうか、今日やったことみたいなんで、まあ釣りになるんですよ。もう9月末ぐらいからもう、毎日釣りになる。だから今は結構これをパソコンも買ったんですよね、2週間前ぐらいに、買って、まあ映像編集なんかもかなりやりやすくなりました。僕はアップルは買わないんです。アップルは買わないんだよね。アップルもいいんですよ、編集とかもいいんだけど、できないことが多いでしょ。あと使いづらい、僕はね。結構エンジニアの人はね MacBook とか持ってるんですけどね、そういうのやってましたけどね。いや、まあまあ、だから実際にタコを茹で、タコうまかったな、今日食べたけど。うまい。あのタコが入ってるんで、あとね、たこ焼き屋も運営してるんですけど、まあ今はほとんど奥さんっていうか嫁さんの方がね、おかげさまで僕はこう、フィッシングガイドの集客に集中できていると。でおかげさまで来シーズンか11月からは、まあ去年も一昨年もね、ありがたいことにね、始めた年は本当ね、半年間で3組だったんですよ。まあそんなもんですよ。半年間で3組、全員アンダーですよ、始めた年。パパンバスね。でみんな良かったかな。それがまた YouTube に撮れたんで、お客さんの撮ってる週で YouTube に上げたので、だから去年じゃなくて一昨年からお客さんが増えてきたんですね。で今年っていうか、昨シーズンですか、2025年11月からもうちょこちょこ、ちょこちょこっていうか15、6組か、ちょっと曖昧になっちゃってるんだけど、今年はもうちょっとあれですかね、もうちょっといくんじゃないかな。まあ何せ7ヶ月だけ6ヶ月とかなんで、24組ぐらい入っちゃう。綺麗に入って24組とか28区、4泊5日なんでね、マックスで入れてもまあそんなもんなんですけどね。値段はパパンバスとしては安く安くやらせてもらってます。まあ現地ガイドなんで、現地ガイドっていうか現地在住の日本人なんで、この値段でできるってことです。要は日本に住んでて
毎回一緒に行って帰ってきてレンタカー借りて現地のボートマン雇ってとか、それはしない。ボートマンはもう毎回同じだけ僕が運転するし、僕の車だし、僕もまあフィリピンにいるからこの値段でできるってことです。はい。だから安かろう悪かろうっていうのではないですね。で僕も別にそれはもう本当は通常のツアーのように50万でも60万でも来ていただいたら、それはもうあれです。もっとね、まあでもできるだけ多くの人に来ていただきたいっていうのは、だからまあちょっと外国人は高めですよ。外国人、日本というか外国籍でも別に日本語喋れる人は日本人価格ですけどね。まあ、僕が英語を使ってガイドするっていうのだとちょっと高めになってますけどね。まあ今流行りの二重価格ってやつです。今流行りなのか。画像やってるラーメン屋が炎上したんですけどね。それでやってますが、まあ詳しくはインスタ見てください。まあ今日はでもちょこちょこ集まってきてるんですかね。もう何時よ。もう日本は日付変わるんじゃないですかね。やってます。どうですか。まあ今日は木曜か。もうお盆かね、今日はね。そうですね。だいたい13日ぐらいから終戦記念日ぐらいまでがあれか。ゆっくり休めるんすか、日本はね。ちょっともう覚えてないけど。今日休みの会社とか多いんじゃないですか。今日はね。今日明日、関係ねえみたいな会社はいっぱいあると思いますけど。ね、まあみんながみんな同じ時期に休まなくてもいいと思いますけどね、僕はね。フィリピンとかまだそういう風習あるんで、12時から飯食うみたいな。さあ、どうですか。もうこの遅い時間からやるのは、新しい視聴者獲得です。僕の目的はね。そうだ、なんだろう。あとね、動画ね、何作ったかっていうとね、そう、パソコンはね、これノートパソコンなんですけど、ゲーミング PC にしたんですよ。やっぱいいっすね。でかいけど。いいっていうのは何がいいってもう動画の編集速度と、その、まあ僕はこのオズモとかでまあここにつけて、これまあちょっと古い 3 ですけど、あのー何そんな 4K とかで撮ってないですよ。2. フル HD フル HD ぐらいです。1080でフレームが30ぐらいで撮ってるんですよ。そんなね、多分ね、いらないんですよね。うん。60、60フレームもやるとデータ増えちゃって、だから1080の30フレームぐらいでやってるんですよ。それでもね、やっぱね、僕はね、Adobe はもうやめて、フィモーラっていうのを編集ソフトでやってるんですけど、やっぱプロキシファイル作成して、プロキシファイルっていうのがあるんですよ。まあ、作業してるときは動画の素材軽くしてやる。プロキシファイル作成してても、うん、ダメ。なんだったらそのパソコンね、1年半で昨日か一昨日か、ちょっと残念なことにもう電源も入んないですね。多分ね、もう、厚さでやられたんかな、マザーボード。多分基板ですね。だから SSD だけ取って、
もう直さない。もうどうせ使い物にならなかったですね。レノボのね、なんだ、たたた足の指、こういう軽いね、1キロぐらいのシンクパッド X1 ってやつね。これもうめちゃくちゃ便利だったんですよ。うん。ガイド行く時も持ってったりしてたんですよ。うん。使ってたんだけど、行っちゃったっすね。うん。多分基盤集まで、多分2万円とか3、もうね、あれはね、切れてたんですよ。ちょうど1年で切れてたんで、ワランティは。しかも日本のね。ほんとね、あれですね。僕がこれ使えなくなってても、まあ、子供が使ったりするかなと思って、よかったんですけどね。やっぱりダメですね。熱だね、熱。ものすごい熱くなるんですよ、動画編集って。うん。パあの、パソコンが。うん。で、その対策で買ったのが、えっと、ゲーミング PC です。はい。どうですか皆さん、パソコンとか、ね、まあ、これ携帯で見てる人が多いのかな。まあ今、携帯で見ちゃう人が多いと思うんですけど、まあ僕らはやっぱ編集もするし、でも最近は、あの、AI も使いまくってるんで、うん。あとインスタグラムでしょ。まあとにかく動画作るんで、いちいち固まってたりするのが嫌なんですよね。嫌だし。で、あの、パソコンに今もそうですけど、ファン当てまくってる、ファンも当ててる、うん、し、もう、この薄型使ってる時は、動画の最後も編集もう固まっちゃって動かないから、あの、保冷剤あるじゃないですか。マイナス16度とかの。なんかロゴスとか、ダイワとか、あれ下に引いて、ファンで回して、冷却して使ってます。ダメっすね、やっぱね。てか、まあ、それ用じゃないんだろうね。それ用じゃないわ。まあ、だから間違った用途で、うん、使ったら、こういう、うん、こんなん持ち運べるぐらいのやつだと、Windows だときついでしょうね。で、まあ、Mac だと、いいんだよね。Mac だと、その、冷却やら、そうなんでね、M5 チップとかで、32ギガのでそうなると結構高いんだよね。 MacBook Pro か。 MacBook は使いづらいわ、ほんまに。慣れてないからですけど。そうでこれを買って、で ASUS っていうんですかこれね。ASUS、これがノートパソコンではやっぱり、うん、あの調べまくってよかったですね。冷却が、ヒートシンクっていうんですかね。こう、なんていうの、ファンが3つついてるしとか、通常ちっちゃいファンが2つとからしいんですけど、3つついてたりとか、なんかあるみたいですね。あとは結構部品が信頼できるとかもあるみたいですね。安いのは結構あるんですけどね。まあ、日本の人だったらなんかあれか、ああいうのいいんかな。マウスとか、ね。ガリレアガリ、ありますよね。作ってるメーカーが。ドスパラとかつくも電、なんか、ああいうところのでしょ。ああいうの買ったらいいと思うんですよね。
そうで、まあまあでも本当ね、これやっぱりいい。でカメラも変わったでしょ。だから本当ちょっと見比べてみてください。だいたい7月にアップしてるものと8月にアップしてるものでカメラが変わってます。でそのタイミングでパソコンも、だから8月から新しいセットアップって感じですね。まあまあ、もし興味ある人はね、あのーとか、これからまあ会社で支給されてるとかでノートパソコンとかあんまやったらダメでしょ。だって動画編集ソフト入れたり、まあプライベート用ってなるとね、で僕日本の人だったらあとデスクトップっていう選択肢もいっぱいあると思うんですよね。そういう編集系は。ただ僕はやっぱ絶対ノートじゃないとダメなんですよ。やっぱフィリピンはね、っていうのはあれですね。まあ重たいですよ。18インチなんで、いわゆるこんな持ち運び用ではないです。3、4キロあるんでね、本体が。だけどその分冷却装置がいいんですよね。でかいのはね。だから本当、僕はこれでいいんだけど、まあでも、正直、いろいろ見た。Mac mini とか Mac Studio とかね。あと MacBook Pro ね。見ましたけど、かなり値段高くなってくるのと、まあゲームはやらないんですけどね。で、フィモーラの編集もいいし、AI もできるんだけども、まあ、ちょっと Windows にしました。はい。でも本当便利。便利っていうか、いいっすね、サクサク。でも、まあ明らかに変わったのは動画編集。AI に関してはそんなね、あれは結構 CPU の差なのかな。CPU とメモリ、そうそうそう。ローカル LLM を入れるんだったら、GPU とか関係してきますけどね。映像編集だったら GPU が。だからこれはNVIDIA GeForce RTX 5060ってやつが入ってるんですね。もう一個いいので5070とか。一番いいので5090とかかな。なんかそんなんですよね。まあ5070とかになるとだいたい40万、50万ぐらいかな。ですね。僕のはこれで28とかかな。28万ぐらいか。今日はなんかあれですね、コメントとかもないか。あれですね。ぜひぜひ。なければもうあれなんだけどね。なければ、ただただ、いやまあね、AI の方もね、1日ね、5時間とかの制限とかきちゃったりすると、まあまあ、もう、とろくなってくると、もう、明日にしようとか言って、そう、やってます。AI は、まあ、3つやってるけど、うん。あのー結構、これ、僕ぐらいの作業うん、もう、やっぱ100ドルプランぐらいに1個は上げといた方がいいかなと思ってますね。次の月からとかはね。今ね、まだね、ちょっと、ジェンスパークが、また無料で1ヶ月使えるっていうのがあるんで、それ消化してからですかね。ジェンスパークがもう切ります。はい。切りますね。ただ、最終月1ヶ月無料でいいよって言ってるんで、まあ、無料で使えるからね、エージェント、まあ、モデルも、フェイブル5まで使えるから、まあ、それはやるんだけど、はい。基本的にはもうあれでいいっすよね、あの3つでね。
チャット GPT とクロードコードとカーソルでいいと思いますね。これで3つでいいと思います。ジェンスパークは怪しいね。怪しいってか別にこれだけを20ドルだからこれで1万円ぐらい使った方がいいですよね。であとはもう1個申し込んでるのはこれなんかウェイティング待ちだったな。君 AI ね。君 K3 か。どうなったんよこれ。ウェイティングリスト待ちなんですよ。なんせね、魚釣りも面白いですよ。魚釣りは面白いから、皆さんそういうあんだと思うんですけど、魚釣り興味あって僕見て白山釣り具店のこの YouTube 見たり、いろんな YouTube 見てると思うんですけど、何これ、何かなんか、うん、魚釣り見てくれてると思うんですけど、まああのね、まあまあ、絶対やった方がいいです。これは、今の。みんななんかGPT の無料プランとかでちょっと使ってるぐらいの人が多分まだまだ大半だと思うんですよ。そういう風に聞いてるんで、だけどね、絶対違いますね。そう、君 AI っていうのは、やっぱあれだね、ウェイトリスト登録済み。まだ始まってないんだね。間もなし、そう、使えないと、僕も使いこなしてないんで、毎日だから、もう、イライラすることもあるんですけどね。いろんな使い方あると思うんですけど、なんか自分の、つ、うん、なんだろう、釣りに使ってもいいと思うんですよね。ざっくりやな、ざっくりだから。今日はでもあれだな、もう12時、11時。何か話題があった方がいいですね。僕の話だと、話す、正直何か YouTube 見たりしてるって言っても、なんかあったかな。次のは見てないもんな。ちょっとダダーっとやっていこうかな。自然自然消滅していくんだったら自然消滅してもいいかな今回ね。ちょっとなんかコメントあればしてください。はい、僕ちょっと一服してきますね。こんな感じなんで、あのもうラジオ代わりだし、興味なければ切ってもらってもいいしみたいな感じです。はい。ただこれはアーカイブに残って、僕にとっては大事なものになるんで、はい。
まあ気長にちょっとやってみましょうかね、今日はね。はい、よろしくお願いします。すいませんね。はい、ちょっとコーヒー入れて一服しましたけど、コメントはないないですね。まあしょうがないね、今日この時間いつもあんまやってない時間だから。レギュラーの方はいないんだろうね。いないんでしょうけど。そうそうそう。どうなのあとはね、この YouTube と Instagram を伸ばしていく上で、あのー
やっぱこう釣り系海外兆候とか言ってる興味ある人、うん、コラボですか。だからまあ僕なんてまだ1500人ぐらいしかいないからインスタで4000人いかないぐらいなんで、うん、やっぱあれなんだろうな、コラボしたいですね。コラボしたいよな。で、なんかまあ僕持ってる情報とかはもうお話できて相手の方の視聴者さんとかにね届ければ僕はプラスだから、うん、じゃあ相手のプラスってなると、そうね、僕は少ないからね、登録者少ないからあれはないけども、うん、それは言ってくるんだよね。まあコラボをしましょうとか、あとはそうコラボね、日本人だけじゃないっすよ。なんかね、シンガポール人とかオーストラリア人とか出てきたな。うん。でオーストラリア人のは、うん、なんだっけな、ケーブフィッシングだっけ。であの人ら70万人ぐらいいるからな。それはね、なんかだいぶこっちがお金負担しないとダメだわとか言われたけど、まあ似たような人からやってった方がいいんかなね。まああっちが僕の釣りに興味持ってくれたらあれでしょうね、対等にっていうか、全然僕は登録者少ないですけど、うん、あっちがなんかもうその数字目当てとかだったら、まあ、まず無理かな、無理ですね。もしよかったら誰か、僕アイデア出てこないんだよな、なんかあんまり、うん、なんかね、おすすめしてきたのはなんか女の人一人で釣りしてるような素人系の YouTuber みたいな人、うん、とか出てきたけど見たこともないし、なんかね別にそんな熱があるような感じでもないんだよな、釣りに。そういう女の人の YouTube 見たけど、それ一本かな、見た。あの人じゃないっすよ、一木さんじゃないけどね。一木さんは誰かにあのいいんじゃないですかとか言ってね。だけどあっちちょっと大物すぎるでしょ。だからもうほんとこう日々ね、なんかね戦略立ててるんですよ。まあ今シーズン来て、まあ要は11月から来てくださいとかそういう感じではないんですよ、ないんですけど、なんかあのーうんあとはそうっすね、フィリピンじゃなくても日本人アングラーで、例えばこの前いたようなコタキナバルに留学してる子とかでトーマンやってるとかね、インドネシアになんか駐在してて、まあ釣りしてますみたいなで YouTube やってますとかですかね。そういう人とコラボみたいなのはした方がいいよみたいな、はい、次の戦略として出てきましたね。AI と相談してるんですよ、こういうのはね。でなんかね出てくるの、名前も出てくる。例えば宇山さんの名前とか出てきたけど、まあちょっと違うかなと思ったんで僕は、宇山さんとかだったら YouTube やってないんじゃないかなね、多分、やってないからね。まあ相性いいのはどう、エルドラドさんとかか。僕も見てるし、あと見てないんだよな、メタマサさん。まあだって琵琶湖のバスの人とかやっても多分僕けん喧嘩にはなんないけどあのまあまあなんか僕全然疑問なんでね。
うん、うん、まず LINE のシステムとかからまずだし、多分ちょっと合わないと思うんですよね。うん、なんか僕があまあ僕もなんつうかが強いってことはないけど、うん、いやなんか、それやってもいいけどね、相手が受けてくれるんだったらね。そうなんですね。なんかそういうの面白いかなと思ってますね。うん、うん、だからちょっとね、まあ皆さんおすすめもしあれば、この人どうですかとかあれば、あの辺も合わないと思うけどね、磯ぶっこみ系とかは。うん、うん、まあガーリーとかとコラボするのはあんま客層が合わないでしょ。共通してないと思うんですよ。ガーリーはなんかちょっと一回紹介してくれたりしたんですよ。うん、ガーリーのにはなんかパプワン長妻さんですとか言ってなんかやってくれたけど、うん、やっぱり全然その層が違うですね、釣り人のね。うん、だからその女性釣り YouTuber を見てる人の層は、うん、あんまり合ってないとは思うんだけどね。あとはメーカーとかになるのかな、メーカー系のなんか YouTube とかはやってるじゃないですか、みんな。なんか個人でね、こうペラ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 喋ってる人ってペラ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 、なかなか僕のもボロ出てるでしょこれ。こんだけねライブやるとね、ボロっていうか、まあ僕はもうど正直に自分のあれをやってるから、だから変ななんかその例えば変なにナイロンリーダーフロロリーダーとか、いやナイロンがどうのこうのとか言ってくるんですけど、いや僕の経験ではもうナイロンなんて使い物になんないですよ。使い物になんないから言ってるだけ。あなたたちの釣りでナイロンで、それナイロンで済むんだったらナイロンでいいんですよ。ナイロンの方が半額で済むんだから。ラインの価格としてもね、結びやすいし、うん、いいんすよ。だけどライロンじゃ釣りになんないんですよ。うん、釣りはできてもキャッチできないことが多いから僕はフロロっていう話をしてるし、あの針だって、いやそれはね STX58 とか刺さりはいいっすよ、そりゃ細いんだから。うん、うん、細くて強度もあるって言うんだけど曲げられるんだから。うんね、だからその XH を使いましょうって言ってるんですよ。うん、それでも刺さりがどうのこうのとかね、まあだから多分そういう風になっちゃうんだろうな。僕も自分の釣りでこういうあるから、自分の基準があるから、そうだからそのなんだろう、僕もそのなんでコラボっていうかこうね、なんか YouTube 上でその例えば赤目の人とかでやっても面白そうですよね。答え合わせできるじゃないですか。僕はバラマンディやってるし、うん、でお客ね、あの年間通してやってるわけですよ。だからまあまあちょっと今年はこう6月はやってたな、78、うん、この辺はあれだけどもね、まあ10月からバラのシーズンなんで、ちょっと答え合わせしたいですよね。もしいい人がいたら、もし見てたらね、はい、あの方とかはいいと思うんだよな。沖縄のサウスフィッシングさんだっけ、サウスモンスターフィッシングさんね、リバー GT とか、あと太いと P キャスティングとかね、あの
ベイトでやってる人ね。うん。多分その辺のセッティングの出し方とか、うん、あとまあビッグベイトやってる人とかでもいいんだけどもね、ぜひぜひ、僕、ウェルカムで、僕は、あの、うん、その、何ギャラやらなんやらいらないし、あの、まあメリットと思ってくださる方がいれば、僕もちょっとずつ、いろんな人と話したいっていうのはあります。で、それで、これでできるでしょね、ズームかなんかにして、ズームとか何あれ、スラックっていうのにして、対談形式で YouTube ライブってやつね。うん、いいな、それ。もうちょっと僕も一人でペラペラ話してるのも、あれですわ。ちょっと、ぼちぼち別に、まあ、続けていくんですけど、もうちょいなんだろう、パンチと、あと、情報量多い方がいいと思うんですよね。うん。まあ、例えば今日もちょっとコメントもないんで、寂しいもんなんですよ。ね。うん。そうそう。それはあるな。誰かいないかなっていうか、ね、出したんだけどな。ちょっと、名前出るかな。どこに入ってたかな。チャットでやったかな。クロードでやったかな。うん。ね、コラボっていうか、うん。トークはいいっすね。うん。ゆ切り抜き自動生成とかやってるからね。ああ、そうそう、あれか、インドネシア人か。まあちょっと厳しいよな。インドネシア人いいんだけど、その言葉のあれがね、難しいよね。インドネシア人も勧められたけどね。ちょっと対談となると日本人の人がいいな。うん。まあこういうのもね、僕はペラペラ、どっかの人が見てくれてたら、それで、あの、話来たら受けたいと思ってるんで、もしもうなんかアーカイブ見た人で、ああ、この人だったら、みたいなのとか、もし本人さん見ていただいてたら、やりましょう。ね。うん。まあ、うん、大したことないですけど、数字としてはね。うん。で、僕も別にそこからお客さんが、まあ、来るとも、そんな思ってないそういう期待はしてないから、単純に、うん、なんか、海外兆候、うん、あと、特に赤目、あと、シーバス、ブラックバスぐらいかな。うん。まあ、あとお客さんで被るとしたら、宮崎の大荷部やってる人とか、うん、かな、と思いますね。この辺は、なんか、あの、太糸の P でやったりする人だでしょ。うん。太糸の P のベイトキャスティングとかでやるから、なんかパックドットの話もできるし、リールの話、糸の話、針の話、であと飛行機のトラブルの話とか、現地の物価とか、ね、この前、あの人も良かったよね。アルゼンチンドラードの情報をいろいろ教えてくれた方ね。うん。キャットさんだったかな。うん。とか、あとジャムさんとか、四国の方ね。うん。ぜひぜひ、顔出してほしいな。うん、出してほしいな。顔出さないと、やっぱり、うん。それはちょっとあれかもしれないな。僕から、顔出さない人だと、
いいか、それでも。まあ僕はできたら出してほしいかな。僕も出してるんで。何あれ、顔出さないのは会社のあれですか？副業とか。副業になってないでしょ、こんなんね。副業認定されないと思うんだよな。あの、そんな、あれ、日本の会社のあれもどうなんですかね。こんなの副業とか言って、まあインスタ、まあでもそんなもんなんかな。日本の人の YouTube とかインスタグラムとか顔出さない。うん。まあ僕はもうそれでだけで一気に信頼感落ちるんで。別にこう、なんかあれやってていいっすよ、サングラスで。とにかくサングラスぐらいでいいんで、それはうん。じゃないとなんか、無責、無責任になってくるんですよね。会話とかが、発言が。だからそこだけ、僕、僕としては、そういうのは、あ、あの、サングラスでいいです、サングラス。うん。そうどうしても会社にとか、偉そうでしょ。だからまあ、こういうあれだからね。まあでも、まあ、別に熱望してるっては、熱望してないって言ったら、なんていうのかな。まあまあ、でもやりたいなと思うんで、ぜひ、もしこのアーカイブ見て、いや、一回ぐらい、だいたい夜の時間か、まあ土曜日でも、まあ日曜日の朝とかでもいいっす。うん。ね、夜忙しいって方だったら。僕も日曜日の朝は、あれなんで、行けるんで、はい。やりましょう、やりましょう。ね、新しいことどんどんやってこう。そうだな。ねえ。質問はやってください。例えば今年ね、昨日とかも、どういうタックルがいいですかとか、どんな場所に行きますかとか、それは、お客さんの申し込みもそうだし、検討している方からの質問は、どしどし、で答えてきます。けど、まあ、もう慣れてるかな、毎回こう、毎日のようにやってるんで、もうこれはね、続けていくから、ですけど、話題も固まっちゃってると、毎回それかよって、もうじゃあもう見んのやめとこうってなったりすると思うんで、コラボはありですね。で、さっきの AI の話とか、なんかこう、ちょこちょこパソコンの話とかは、まあ、こういうのは、まあ、毎日今僕は勉強しながらやってるんで、結構意味あることです。意味あることだし、実際、インスタグラムのアカウントも伸びてる。まあ今ちょっとあれですけど、4000人近くになってきたっすよ。だって僕初めまあ700人とかでしたよ。800人とか。で、そこから、まあ、いろんな手法を使って、で、まあ結局動画でした。リール動画でしたわ。で、これでお客さんも増えた。確実に。お客さんも増えたから、うん。もし、っていうか、今日全くコメントないんですけどね、普段見てくださる F さんとかだったら、やっぱりこう興味あるって言うし、AI の3000円ぐらいは課金した方がいいですよ、でも。チャット GPT でいいんで。で、それで、チャットでただ対話するだけではなくて、コード書かしてみましょう。コデックスっていうのでね。それで自分のホームページ作ったらいいんですよ。別に公開しなきゃいいんだから。だし、そんなホームページ見つかんないですから、誰にも。安心してください。そういうのもできるからやってみてくださいね。それはまあ、僕の視聴者だから、やってよかったって絶対なるから。やっといてよかったって。それはやっといてくださいね。なんか僕も見ていただいて、10分でも20分でも時間使っていただいてるんであれば、なんかその人にとって、まあ、有益なね、情報を提供したいじゃないですか。でも自分がやってていいんだったら、
強くおすすめした方がいいっていうのは僕あるんで、だから結構僕は他人に勧められたことは何でもやってみるって感じです。だからこんな課金もしてるし、いろんなルアーいっぱい買ってるんですよ。うん、やってます。いろんな安い P もあるし、いろんな P も試してるし、コーティング剤とかも、コーティング剤ちょっとね、昨日連絡いただいたんだけど、もうちょっと待って、あれ薬剤でしょ。だから船便で来るんで、だいたいまあシーズン始まる前にはコーティング剤つけてやりますから、実調で動画作りますね。多分試供品ちょっと1瓶か2瓶って言ってたと思うんですけど、多分それがあれば大丈夫なんでしょうね。あのーうん、多分僕の感じね、今や P はね、だいたい150メーターで、まあ300メーターが多いから、300メーター3000円のラインだったらもうバッチリ。で、300メーターで、正直1000円とか1500円のやつの、でも、そういうコーティング剤使ってやると、一気に、だからまあ、あんま時代じゃないんじゃないのもう、正直1万3000円とか、別に余裕があったりとか、海外年に1回とか4年に1回とか、わかんないけど、経済的余裕があったり、めったに行かないついだったら、いいライン使ってもいいと思うんですけど、多分僕はあれ、あんま価値がないと思うけどね、その値段の。まあ、それ人それぞれですけど、例えばパソコンとか携帯電話とかで、値段払えば明らかにスペックが変わるじゃないですか。 CPU 変わる、 GPU 変わる、メモリ変わるね、 SSD 変わるとかあるじゃないですか。けど P は疑問。P とかはあんまりそこにお金使わなくてもいいと思うな。ルアーとかは自分の好きなものとかあるじゃないですか。それはそれで使ったらいいと思うけど、別に安いから釣れないとかないっすよ。現に東京なんだウェーバーっていう500円か600円ぐらいのバイブレーション、常習屋に売ってる、あれもがバイブレーションでは一番でしょうね。まあバラマンディにはね、とかナマズ系には、だから本当に物の価値とかを見極めていかないと、いらないものに金使いまくってたりするんすよね。そうそう。だから皆さんでもあれとか、詳しい人と詳しくない人ですごいでしょ。例えば携帯代金ね、キャリアね。めちゃくちゃ詳しい人は、何あれ、日本だったらなんだっけ、名前忘れた。あるじゃないですか。今楽天モバイルが安いんか。けど僕が日本にいた2016年7年とかでも、僕はマイネオとか使ってましたよ。マイネオって、あれなんていうんだっけ、ローコストマイネオとか、ああいうのなんていうんだっけ、もうないのかな。マイネオプランとかある。あるやね。そうそう、格安シムって、えーっうんああいうのにするでしょ。自分のプランと、あのねで結局一緒じゃないですか、通信とか。そう僕はそうこれ使ってたよ、マイネオ。7ギガ。そうそうそう3ギガコースだったら月々1300円とか書いてますわ。50ギガで3000円とかね。データ通信のみだったらとかね、あるっすよ。
でこういうのってまあ年長者っていうかあんまり詳しくない人とかは結構課金されたっぱなしじゃないですか。なんか使ってもないのに一月8000円払ってたり1万払ってたりとか、だからこういうのからやっていくべきだと思いますね。だからその分もう AI に課金したらいいですよ。で使いまくる、もうその方がいい。全然もうそんなソフトバンクとかに1万払ってたらもったいないですよ。マイネオでいいんですよ、マイネオで。格安シムね。もうだいぶ経つけど、もう10年ぐらい前からそんなの言われてますよね。でまあ車はやっぱりね、この前も話してたけどリセールがつくやつ乗った方がいいですよ。だトヨタのアルファードとかプラドとかハイエースとか別に乗りたい乗りたくない関係ないです。なぜならステップワゴンとかだったら200、300万で買ってもね、例えば5年車検1回通して次の車検で売るときにすんごい値下がりするんですよ。エルグランドでもね。だけどアルファードは値下がりがしづらいんですよ。なんやったらたまに上がるんですよ、1年売りっていうかで。なぜなら海外に輸出されるから。ランドクルーザーもそう、プラドもそう。どうしても軽がいいとか言うんだったらね、例えばジムニーとかね、値段が下がりにくいものとかあるでしょ。ジムニーは下がるけども、だからもうね、あの基本的にアルファードなんですよ。使いやすくて値段下がんなくて見た目もいいってなると、だからそういうのを積み重ねていくんですよ。車はこう、携帯はこれとかね。あと生命保険なんか入んなくていいですよね。ちょっと待ってください。ちょっとトイレ行かして。あ、ごめんなさい。そうです。まあ僕はもともと車屋一人個人でやってたんですよ。西宮でねやってたんで、
常にですね、そのオークション相場っていうのを知ってるんですよ。今それはね、オークションはね、弟が引き継いでやってますけどね。ほんと損しない乗り方っていうのがあります。だからザンクレガルファードってめっちゃくちゃ皆さんバカにするでしょ。あれの走りっていうか2014年ぐらいとか、その前はハリアーとかもあったっすけど、あのそれからですよ、あれは。ザンクレアルファードとかバカに、違う。びっくりすることがあったんですよ。まあその時はね、アルファードじゃなかったけどね、ベルファイアがすごかったけどね。まあ、アルファードも一緒だから上がるんだけど、買った瞬間からもう100万プラスで売ってくれとかなんですよ。ベルファイアの VL っていうグレードを白とか黒にして内装を白にするんですよ。てか VL は白の革なんですよ。でそれにサンルーフつけて、モデリスタ、まあサンルーフはメーカーオプションなんでサンルーフつけてやると輸出に行くんで、580万円で買ったのがもうすぐ700万で売れる。だからトヨタが禁止しだしたんですよ。だから僕ら車屋は嫁さんのお父さんの名前嫁さんのお母さんの名前とかで車庫証明取って何台もネッツ神戸のネッツにベルファイアをオーダーしてでやってたんです。あとはお客さんでそういう投資とか好きな人とかはだからベルファイアの、でそれがどん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 トヨタも転売対策とかしだして、1年間は売るなとか書かず、それでも売っちゃったらブラックリスト入りして買えなくなると。でそれでも多いからなんかあれでしょ、残クレで買ってくれとか、トヨタリースつけてくれとか、まあそんな売り方でランクルもそうでしょ、70その再々販とか。僕はランクルはね、再販、70は再販乗ってて、703の再販は3台買ったっすね。3台買った。3台とも、だからそのお客さんいるでしょ。僕が3台、4台売ったのか。もう、すごいあれでしたもん。もう一生乗る車だし、僕が売った時340万のぐらいで売った300ね、今500万とかでしょ。だからね、皆さんもね、あのなんだろう、ランクルってガソリン、本当ね、僕のね、大学時代の友達とかでも二手に分かれた。僕が大学の友達で一緒に飲みに行ったり、なんかバーベキューした時に、話してあげるっていうか、こうなってるよ、今、相場。僕も、だから、バーベキュー行く時に、ね、めっちゃ真っ黒モデリスタついたベルファイアとか乗ってるわけですよ。で、何これみたいなるわけですよ。で、いや、こうでって言って、だったら、まあ、ネッツの営業の人紹介するし、売るときは、僕のオークションで流したらいいから、売ったらいいから、つって。いや、僕のその一人仲いい友達はずーっと今でも、僕の弟のところで売ってますよ。ずーっとアルファード、ランクル、プラド、で、またアルファードになってるのかな。アルファード、アルファード、アルファード。毎年アルファード乗り換えてますよ。で、ランクルとかの、プラドとか出るたんびに、なんか間挟んだりしてるんですけどね。毎回100万ぐらいプラスになってんじゃないのかな。そう。だから、その人が、その友達がもともと、ワーゲンのゴルフバリアントとか乗ってたんですよ。エクストレイルとかね。エクストレイルもまあまあ残るっすけどね。輸出出るんで。で、ゴルフとかはドーンですよ。300万ぐらいで買っても、売るときすぐ100万ぐらいになるんですよ。3年ぐらい乗っただけでね。
ま白か黒のね、で、サンルーフっていうか、ムーンルーフっていうんですか、ツインムーンルーフとかいうのかな、今。あのオプションは絶対いるんですよ。海外の人があれないと乗らないんで。そうするとは輸出打てる。あと、ランクルの、今買えないんじゃないかな。ね。うん。そう。そういうからくりがあるんですよ。それでもね、乗りたいんだったら別にそれはいいんですよ。で、僕は大学時代の友達とかとよくゴールデンウィークバーベキューしたりしてたんですけど、言っても全然、あの、この人はもう、一人はずーっと僕の言われた通りやって、毎年新車ですよ。だけどやっぱりね、それでもね、ほとんどの人がそんなの聞かない。うん。それが社会の現実なんだなと思う。どんなにうまくいくよとか言われててもね、うん。あの、うん。株でもそうだからね、株とかやってるね、そういう人らはね、すぐ行動力もあるし、それにするわって感じ。株とかやってる人はだけど、日本人で株式投資してる人ってどれぐらいいるんですか？サラリーマンでね。今でこそニーサやらイデコとかあるのか、あれでやってるかもしれないですけど、みんなあれでしょ。特に何も考えずにみんながいいって言われてるオルカンとか S&P500 とかに入れとくっていうの、それはそれでいいと思うんですけど、やっぱりね、車も投資ですよ。投資、投資だな。かなり精度が高い。アービトラージっていうんですけどね、確かそういうこと。かなりの確率で勝てるような勝負です。アルファード、ベルファイア、ランドクルーザープラド、ランドクルーザー。でもう最悪、ハイエースでもいいっすよ。ノアボクシーとかでも、ノアボクシーは輸出あんま出ることあんまないけど、その辺を買っとくといいんですよ。リセールがいい。でもう金に余裕があって乗りたい車乗るんだとか、そういう人は別にいいですよ。でもちょっとでも車は必要だよね。でもこだわりがないんだよね。できるだけ損はしたくないよね。税金も高いしっていう人は、あの言われた通りに、やったらいいと思うんですよ。だからね、そういうので残クレでアルファード乗ってる人って、いや、残価残るんですよっていうの知ってるんですよ。だからあれはね、一概にね、みんなバカにしてるけど、あれは多分ね、アルファード乗れない人のひがみなんだろうね。アルファードなんてこっちで乗ってたら王様です。王様っていうかもう相当な金持ちになるけどね。いい車ですよ。僕が乗ってたのずっと3.5リッターのやつだったんで、ベルファイアからね、何台か乗ってたけど、あのすんごいよ、高速もね。すぐ、うん、すぐ100、山本太郎が捕まったんだっけ、アルファードかなんかでね。それ出るよね。僕は逆にプラドの2.7リッターとかのガソリンとかはあのエンジン好きじゃない。ハイエースとかもそうだったけどね。なんだろうね。釣り具とかになってくるとね、プレミアムとかあんま考えないけども、それでもやっぱ
ステラ使ってたらリセール良かったりするじゃないですか。だからそういう時は使うでしょ、リセールって言葉をね。あんま損しないですもんね、ステラ買っとくとね。使って売った時に、ああ、3年使っても2万ぐらいか、使用料ですよ、それがね。うん。だから、あれなんですよ。いいんですよ。うん、わけわからんリールとかだったら、で、例えば3万円のリール買ってゼロになる。ゼロってことはないけど、例えばこれ、後ろに乗ってるペン。これ、スラマーとか3万ぐらいでしょ。うん、それで消化していくのもいいしけど、うん、僕が言ってるのは、例えばステラとか買っとくと、まあ、車で言うとアルファード買っとくと、ステラでもたまにあるでしょ、供給不足になってくると、あれ定価よりちょっと高いなみたいな、あれが起こるんですよ、いいものは。海外に出るから。海外で欲しいって言ってる人がいやもう20万でも30万でも買うっていう人がいるから、そういうことが起こるんです。それがアルファード、ベルファイア、ランクル、プラド、昔ハリアーとかだったんですよ。うん、そうなんですよ。ああいうのはまた別、ポルシェの限定車とか、GTR とかシビックタイプ R とか、ああいうのは単純に台数が少ないからパンっていく。でもあれももう転売できないように、販売店からガーッとされると思う。うんうんでもね、そんなのね、自営業者でしょ。自営業者で僕らも。自営業者がね、販売店に何言われようがね、もうね、一言っすよ。資金繰りじゃいと。うん。うん。景気が悪くなったら自分の社長の車なんかすぐ換金しなあかんのっすよ。ね。そのために値崩れしない車に乗ってるわけですよ、社長は。うん。いつ何時ね、なんかコロナみたいなことが起こっても、パーンとランクル換金する、タイプ R 換金して、従業員に給料払う。そんな規約書かれようがね、みんな売るっすよ。そのために、そんな車乗ってるんでね。換金率の高い。まあそれこそそんな大会社とかは知らないですけど、僕らみたいに1人とか2人とか、まあ、町工場とか十数人、まあそういう中小企業、零細企業っていうんですか、っていうのは大体そんな感じっすよね。大手企業にはちょっとわからない、あのこう錬金術と人脈があるんですよ、彼らはね。大手の人らはやっぱり全然違うから、まあ、なんとも言えないですけどね、僕はあんまり知らない、大手は。まあ、大手の人はもうどっちかというとあんまりそういうのを知らないんじゃないですか。だから柳瀬でメルセデスとか買っちゃうんじゃないですかね。柳瀬でメルセデス買ってもいいっすよ。だけどまあ E クラスでも S クラスでも C クラスでもドーンって下がるでしょ。だから逆にこの僕らの周りの中小企業の社長とかも、あと外国人関係、スリランカ人でもパキスタン人でもみんなプラド乗ったりしてるからね。プラド乗ってるか、なんかもうボロいプリウス乗り回してるからですよね。いや一向にあれだな今日は。もうこの何人か見てくださってるのは何なんすかね。もう分かんないけど、これゼロになってくかなと思って、フェードアウトしていこうかなと思ってるんですけど、
一向にずっと見ていただいてる方がいるっていうのはありがたいですね。こんな会話でいいんだったら。で、まあ、この夜も深まってきたじゃないですか。もう1時とかなんでしょ、日本は。まあ、こんな感じでね、あんまハイテンションにならずに、ボソボソじゃないけども、トーンは低めに喋るっていうのが、あの、ラジオとかライブのマナーらしいです。これだってなんか僕は TBS ラジオとかで、文化放送だったかな、なんかね、そういうのに、話し方講座みたいなの聞いたことあって、本当はね、もっとね、皆さん、今日はどうでしたかみたいな。なんか、もうちょっと優しく、あと朝の放送とかね、らしいっす。なんか、朝から働く人いるじゃないですか。あと朝終わる人いるじゃないですか。夜勤終わりっていうんですか。そういう人がガッチャガチャガチャガチャ、こんにちはこんちゃんとか聞きたくないんですよね。だから、なんか言ってましたね。こういう、ゆったり喋る。ゆったり心地いいぐらいの波長で喋るのがいいらしいです。波長っていうんですか、なんかわかんない。トーンっていうんですか。まあね、できるだけそういう風に心がけたいと思いますけど。うん。まあ、でも、どうなんだろう、このライブは今日は。まあ、本当あれだな。み、み、み、うん。増えたり減ったり。うん。そう、だからそういう、なんか、いろいろ、まあ今休みなんじゃないですか。あと3日ぐらい。3日4日。なんか、あれなんですよ。いろいろ僕の、あれで、YouTube 見てきっかけになってくれたらね、まず AI 始める。で、なんか、いらん支出っていうか、通信費なんて安くていいじゃないですか。ドコモの必要がないんですよ。だからマイネオとかにする格安 SIM。まあ、まずこれやった方がいいっすよ。で、これめんどくさいとかわかんないんだったら、それを AI に聞く。聞く。今これで、これに、僕のエリアだったらドコモ回線がいいんだけれど、何の回線がいい、いっぱいあるんで、答えてくれます。で、どれぐらい安くなるか、年間で計算して、ね、今買えるメリット、ね、今買えたら、一時的には、例えばカップの残金生産で5万出てくけど、うん、もう3年で15万取り返すみたいなことがよくあるんで、あの、やっていく。うん、うん、うん。いっぱいあるでしょ、そういうのはね。うん。だけど、やっぱりね、旅行とか、釣りとかは、それを経験とか、思い出作りみたいなのにはお金は使った方がいいと思いますよ。美味しいもの食べたりとか。僕が言ってんのは、同じサービスなのに値段が違うやつね。とか。同じ車だけど、こだわり、まあ、車は正確に言うと違うけども、エンジンの出力から何から違うけども、税金も違ってくるんで、だけども、長い目で見ると、まあそういう、あの、アービトラージというかね、まあ、ほぼほぼ勝率で勝てるような投資なんですよ。そういうこともあると思うんで、うん、でね、よく言われてるのはね、生命保険もいらないっすね。生命保険を徹底的に計算させてみてください。損なんですよ。うん。あと学資保険ね。郵便局の学資保険。ああいうのもいらないな。うん。だったら自分で積み立てて、なんか、それも運用させたらいいっすね。そうなんですよ。そうなんですよ。あまりにも、生命保険の
手数料とか販売手数料とかああいうのがマージンが高すぎて、運用させてるんですよ、あれ。ソニー生命とかプルデンシャルとか。でも彼らの給料めっちゃ高いでしょ。だからね、損っすね。で、30年ぐらいかけてちょっとプラスでしょ。それだったら、あの、うん、それだったら自分で貯めながら運用していった方がいいと思うんですね。正直あれはちょっとやばいよね。うん、ソニー生命とかプルデンシャル生命とかまだいいんだったかな、確かね。成績が。だけど、ほとんど下回ってくるのが、明治とか、うん、日本生命とかね。あれ考えた方がいい。皆さんもうね、なんか会社の関係とかでもうごっちゃごちゃ天引きされてるもんとかね、こういうのも全部ね、AI でね、読み取らして、なんでこんなになってんのとか、こここうなんないとか、確定申告したらここ還付受けれないとか、なんかやったらいいんですよね。うん。まあだからそのお盆休みとかそういうのに使ったらいいと思うんですよ。うん。朝釣り行ったり、夕方釣り行ったりして、昼の暑い時はクーラー当たりながら。うん。僕はちょうど今そういう感じで、まあお盆じゃないですけどね。僕は普通に、通常営業でやってますけど、今はもう僕はもう、そう、もうこっちはもう税金とかもめちゃくちゃ安くした、税金と健康、だからね、あとはね、自分の体はやっといた方がいい。僕にも言えるけどね。あんなね、僕は酒はやめたんす、7年前に。もうそれだけでも金めちゃくちゃ浮いてるけど、まあ、タバコそれから吸い出したんですよ。僕、タバコ吸ってんのね、10、20とかから吸ってるわけじゃなくて、もうつい最近、4、5年前からタバコ吸い出したんですけど、酒やめてからか。口元寂しくて、なんか嫁さんが、まあ酒やめたからそれぐらいはいいんじゃないとか、なんか、いいのみたいなのは、なんかまあそれでもまあタバコもいらんっすね。ねえ、なくていいもんなんだから。正直それはあるよね。だけどやっぱりね、じゃあ健康、生命保険とかいらないのとか、やっぱりね、日本ってあれがあるでしょ。国民皆保険が。だから何かあっても病院行こうとかいう感覚があれですよね。こっち来てる人とか日本人とか、まあ多分アメリカに住んでる日本人とか、すごいですよ。やっぱね、高いから、ジム行くっすよ。そんなんよりジムっすよ。みんな。食べ物、あと。うん。そこで管理するんですよ。日本ってなんかもう、やっぱり糖尿病の人とかも多いし、アメリカとかフィリピンも糖尿病多いけど、なんていうかな、釣りしてる人って健康じゃないですか。だからまあだって朝早くから行って食わずに釣りしたりしてたら自然と痩せてる人が多いし、僕はやっぱ釣り人来るでしょ。僕はゲストさん来るでしょ。ほとんど痩せてるもんね。うん。まあ、でも、なんていうか、やばそう、不健康な人あんまいないな。だけどやっぱりこう、僕も長く続けてきたいと、釣りとかはね。やっぱりあれは、うん、ジムじゃなくてもいいんだけどね。だから結局それも一つあれですよね。体を動かすために金払わなくたっていいんじゃないですか。だってその辺でチャリ乗ってたら、一応そういえばだって、その辺をランニングするのだって、わざわざジム行く必要はないですよ。考え方ですよね。それも同じ体を負荷かけてるんだったら、いやうち近所にいい道があって、そこランニングもいいんだっていうんだったらわざわざジム行く必要ないっすよね。
月に何千円もかけて何万1万とかすんのあれ、僕もティップネスとか言ってたけどね、宝塚の、言ってたけど別にいいんじゃないですかね、その辺。ティップネス行ってたのはね、あれだったんですよ。会社員の時に。やっぱ自分でやりだしたら、やっぱりロードバイクあるんですけど、ロードバイクやってたですね。それでいいっすもんね。まあだから雨の日なんかもう休んでましたよね。雨の日は休んでとか。ジムは雨で行けるから、そこはいいかもしれないですけどね。うん。うん。なんか、いろいろ考えていくと面白いですよね。体を動かして医療費を下げるっていうのは日本には大事なんですよ。もう僕はそこが嫌いだもんね、日本の。時代変わってんのに国民皆保険とか、うん、年寄りの医療費が1割とか、うん、まあそういうとこはちょっと思うところではありますよね、日本の。きりないけどね、うん、きりない。フィリピン来たってきりないから、文句は。停電があったりね。今日だってライブできなかったのは、あれです。あのゆあれが不安定でした。インターネットが。停電にはなってないけど。まあまあ、そういう、たまにはこういうね、まあ今日全く質問なかったんで、ペラペラ僕は、でもなんかこういうのでいいアイデア持ってる方とか、そういう専門で働いてる方、金融系とか、ああいう、通信系でもいいし、なんだろう、行政で働いてる人とか、いっぱいはいないかもしれないけど、釣り人って結構そういういろいろいるじゃないですか。なんていうか、プロフェッショナルな人が。仕事もね。医者だったりとか。美容師さんもいるしね。なんかこうライフハックっていうか、いやそれね実はねこうした方がいい必要みたいなあるじゃないですか。その業種だから見えてる、あのその業界だからわかるみたいな、それ実はそこで OK みたいな、ギリギリな線ライン攻めれる人とかは業界にいるからできることであって、あんまり公にもできなくてみんなやられるとちょっと困るみたいなギリギリなラインのなんか裏技あるじゃないですか。うん。ぜひあれですよね。なんか教えてもらいたいですよね。ここでもしこれぐらいのコミュニティだったら話してもいいよなみたいな人がいればね。だから今回はねちょっとなんかねもうどんどんやりたい、いろいろ今すごいだから楽しいんですよ。もう僕毎日新しいことやってるから。でいろんな人と話したいから、ライブってどっちかっていうとこう一方通行になっちゃって、本当は双方向なんですけど、チャットが飛んできて、だけど僕からは顔見えてないし、うん、あのそうね、正直あの新しいことをどんどん取り入れていきたいですね。まあ釣り系で対談っていうかズームをライブするとかもありだしね。だから見てる人とか、紹介とかしていただけたら、あの、僕の DM でも何でも、全然僕は、直接行くは無理っすよ。僕ずっとフィリピンなんで。それは無理だからですけどね。あと釣りのね、パパンバスガイドの方は絶賛受付中で、どんどん、予約していただいてるんですけど、まだ空きありますから、カレンダー見てください。で、あとね、もう日程決まりそうな人は、できるだけ振り込みお願いしますね。ちょっと日付がかぶってき
てるんで、もうそうなると振り込み先にしたい方からもうちょっと自動キャンセルになっちゃうんで、あのそこだけもう絶対ここで行きたいっていう方はドコモの銀行か、ワイズね。ワイズも作ってください。ワイズで送金していただくと助かるし、ワイズは海外これから行くよとか海外行くよっていう人はワイズ口座簡単に作れるんで、ワイズも作ってください。貼っとこうか、せっかくやからね。なんかあった、紹介するとね、確かね、あのどっちもいいことがあるんで。せっかくだから貼っときますよ。まあまあ、あんま見る人いないと思うけど、これにこれから入ってもらったら、確かね、デビットカードっていうのはビザね、カード代が無料になるとか、なんか特典があるんで、まあまもうね、バイズはね、あんまデメリットがないですよ。利点のみですね。海外行ったらもう圧倒的な手数料っていうかレートがいいんですよ。だからレートいい方がいいでしょ、そりゃちょっとでも。ここもそうなんですよ。さっきの格安シムじゃないけども、持っとくとお得っていう、それはやっといた方がいいよねって話じゃないですか。登録を完了すると、うんまあまあいいか。そうそう、ワイズは利点のみ。海外に送金とかそういう人じゃなくても、旅行行った時にセブンイレブンの ATM とか空港で、空港だからもう日本円はワイズに入れといて日本でも使えるし、アマゾンで買い物するとき、そのカードを登録しとけばいいし、クレジットじゃないんで、あるだけのデビットですよね。なんかもう作っちゃってください。そしたら僕の方の送金とかもめちゃくちゃ楽なんで、で1万円持ってって両替して余ったら嫌だなとかもないんですよ。使う時にコンビニで、これだったら2000円ぐらい、5000円でいいなとかだったらいいで、要は空港とかの銀行とかのレートよりもいいレートで、セブンイレブンでピピーって5000円分だけ下ろせるんで、正確に言うと1000ペソとか2000ペソね。1000ペソだったら2600円ぐらいかな、今。2000ペソだったら5200円かな。そんな感じで下ろせるから、それがタイでもインドネシアでもどこでも使えるんじゃないかな。大体の国で。だからこういう悪いカード、もっといいカードあんのかもしれないけど、この辺ちょっと聞きたいけどね。だからこういうとこで働いてる人だったら知ってるのかもしれないけど、でも海外在住者はみんなワイズ使うかな。最近でもね、あんまり聞かないですね。クリプトコインっていうんですか。暗号通貨みたいなので払うとかもあんま聞かないけどね。僕はちょこちょこ買ってるけど下がってるですよね今ね。いいか、そんな感じで今日もあれさ、初めて全く何もコメントはなかったんだけども、だから
いろいろ僕が一人で話してるだけでもあれですね、なんかやりたいことがいろいろまとまってきて、なんなんだろうな、これ。ポッドキャストっていうの、これ。ポッドキャスト。ポッドキャストとかもできるな、これ。うん。次のことはもうあんま話さなくてもいいんかもな。うん。まあ、頑張って、結果出してみますね。ああいう SNS マーケとか、自動翻訳とか、え、あの、動画の自動翻訳ね。うん。だからそれ、売れるからね。うん。YouTube やってる人らにね。あなた英語の字幕つけてないの？え、うち勝手に字幕つけるソフトありますよって。もうほぼできかけてるんで。だから今2つ作ってるんですよ。勝手に字幕作ります。英語ね。別に何語でも対応できるけど。うん。あとは、勝手にライブやってる人。勝手にライブ動画からいいとこ3箇所切り抜いて、翌日の朝に、だから僕はこれ朝5時には、日本時間の6時には3本出来上がってるんですよ。っていうソフトを作った。しかも結構ちゃんと精度高い。で、しかもそれで学習するんですよ。その3本を、まあ、例えば上げて、良かったやつをもう常に学習して、あ、この3本上げた中でもこの作り方がいいんだっていうので、次にっていうのをやってます、今。できましたかね。だから明日。だから僕、これライブが大事なんですよ。ライブが大事。コメントがなかろうが。全然、あれでやってるわけでもないです。YouTube の収益目的でやってるわけではないんですよ。そう、システムを作る上で、これは、毎日毎日、あの、やっとくと便利。だからこう、淡々とやってて何も質問ない、こういう起伏がないライブでどこを切り抜くかとかもね、見ものですね。AI 君の。はい。まあそんな感じですかね。じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。